つむぎです。今日は AI の法律の話です。AI で絵を描いたら倫理的に問題があるって怒られることがあるのだ。でも AI でコード書いたり文章書いたりは普通にみんなやってますよね。コデックスとかクロードコードとかカッソルとかアンティグラビティとか。そうなのだ。プログラマーの仕事がコデックスやクロードコードに奪われるのと、絵師の仕事が AI 画像生成に奪われるのは構造的には全く同じなのだ。なのにだけ倫理的に問題って言われることが多く、コーディングなどは言われない。仕事を奪われるかもしれないっていう不安が先にあって、それを倫理の言葉で説明しようとしてる構造なのだ。確かに AI で小説書くなとか AI で作曲するなって声はそこまで大きくないですもんね。イラストの界隈は特に SNS での発言力が強いから目立つのだ。しかもその傍らで青色申告を AI 化しろという。それはそれで税理士さんが仕事を奪われませんかね。その通りなのだ。どの職業も AI の影響を受けてるのに、議論が絵の分野だけに集中してるのは不思議なのだ。ただ誤解しないでほしいんですけど、イラストレーターさんが不安に思う気持ち自体は当然ですよね。もちろんなのだ。自分が何年もかけて磨いた技術が一瞬で真似されるかもしれないっていう恐怖はどの職業でも同じなのだ。僕が言いたいのは、その不安を倫理問題にすり替えると議論がおかしくなるってことなのだ。不安は不安として認めた上で、法律の話は法律の話として分けて考えるべきなのだ。で、実際に法律的にはどうなってるんですか？よく日本は AI 規制が緩いって聞きますけど。それじゃあまず日本の話からするのだ。日本には著作権法30条の4っていう条文があるのだ。30条の 4？ 簡単に言うと、情報解析のための著作物の利用は原則自由っていう条文なのだ。AI の学習もこれに含まれるのだ。つまり AI に絵を学習させること自体は合法？そうなのだ。ただし出力された生成物が既存の著作物にそっくりだったらそれはアウトなのだ。このそっくりっていうのには異居性とかそういう話が出てくるので、なんか似ている気がするみたいな話ではないのに注意してほしいのだ。つまり入り口は自由、出口で判断するっていう出口規制なのだ。パクリを出したらダメっていうシンプルなルールなんですね。これが実は世界で一番現実的なアプローチなのだ。理由は後で説明するのだ。次に EU なのだ。EU は AI アクトっていう法律を2024年に成立させたのだ。聞いたことあります。世界初の包括的な AI 規制法ですよね。そうなのだ。EU のアプローチは日本と正反対で、入り口規制なのだ。学習データの出所を全部開示しろ。リスクの高い AI は事前審査しろ。違反したら売上の最大 7% の罰金なのだ。厳しい。でもちゃんと規制するならそれくらい必要なんじゃないですか？問題はちゃんと機能するかなのだ。機能しないんですか？しないのだ。まず技術的に無理なのだ。コンタミネーション問題っていうのだ。コンタミネーション、汚染ってことですか？そうなのだ。具体的に説明するのだ。A さんが画像生成 AI 例を作ってピクシブに投稿するのだ。はい。すると B 社がその絵を人間が描いた作品として学習データに入れるのだ。もうこの時点でこのデータは人間が作ったのか AI が作ったのかの追跡は不能なのだ。出所を追えなくなるんですね。2つ目、コンネット上には AI が生成したテキストが大量に溢れてるのだ。ニュース記事、ブログ、SNS の投稿、次の AI モデルがこれを学習するのだ。何がオリジナルの人間の文章で何が AI 生成か、もう誰にも区別できないのだ。それは怖いですね。3つ目が一番エグいのだ。シャッターストックとかアドビストックっていう有料の写真素材サイトがあるのだ。知ってます。プロが使うやつですよね。そこに AI 生成画像が大量に混入してるのだ。ライセンスがクリーンなデータセットを使いましたって言っても、そのデータセットの中に AI 生成物が入ってたら意味がないのだ。つまりクリーンなデータっていう概念自体がもう成立しないのだ。Google も OpenAI もうちの学習データに AI 生成物は入ってませんとは絶対に言えないのだ。コモンクロールっていうネット上のデータを集めたデータセットの時点ですでに混入してるのだ。4つ目なのだ。撮影者と被写体が AI 学習に合意していたとしても、写真に写り込んでるもの全部に合意が取れてるわけじゃないのだ。写り込み？着ている服のブランド、背景に写ってるぬいぐるみのキャラクター、家具のデザイン、風景写真なら建物の衣装権、全部別の権利者がいるのだ。
撮った人が OK でも、映ってるものの権利者は同意してない。日本の著作権法には、付随対象著作物の利用っていう映り込みの面積規定があるのだ。人間が撮影する分には問題ないのだ。でも AI が何億枚も学習する場合に同じ面積が適用されるかは、まだ誰も答えを出してないのだ。つまり、クリーンなデータセットを作ろうとしたら、写真1枚ごとに釣り込んでる全ブランド、全メーカーの許可を取る必要がある。理論上はそうなのだ。もちろん現実的に不可能なのだ。じゃあ EU が、学習データの出生全部開示しろって言っても、技術的に完全な回答ができない要求をしてるのだ。しかも EU の法律って EU 域内だけですよね。日本の個人クリエイターが AI 画像を YouTube に上げても EU は何もできないんじゃ。その通りなのだ。ちなみに EU には GDPR っていう個人情報保護の法律があるのだ。サイトを開くと、クッキーを許可しますかってポップアップが出るやつなのだ。あの鬱陶しいやつ。あれは EU の法律のせいなのだ。GDPR は Google やメタみたいに EU 市場を捨てられない大企業に対しては聞いたのだ。でも AI アクトの場合、個人のクリエイターにまで射程が入るから執行規模が桁違いなのだ。毎日何百万も投稿されるコンテンツをチェックするなんて無理ですよね。GDPR ですら執行が追いついてないのに、AI アクトはもっとスケールが大きいのだ。しかも AI 生成と人間制作の境界が曖昧すぎるのだ。AI で下書きして人間が仕上げたら AI 生成なのか？ Photoshop の生成 AI 塗りつぶし使ったら AI 生成なのか？グラデーションすぎて白黒つけられないのだ。確かに、線引きが難しい。シリコンバレーの評価は冷ややかなのだ。また欧州が規制で自分の首を絞めてる。GDPR の二の舞。で、そして僕もそう思うのだ。アメリカはどうなんですか？アメリカは実は包括的な AI 規制法がないのだ。AI 大国なのに。アメリカのやり方は、まず作って、問題が起きたら裁判で戦う、なのだ。スタビリティ AI やオープン AI に対して著作権侵害の訴訟が起きてるけど、判例がまとまるまであと5年から10年かかるのだ。遅い。しかも州ごとにバラバラなのだ。カリフォルニア州とテキサス州でルールが違うのだ。それはそれで使いにくいですね。ただし、アメリカは一つだけ、めちゃくちゃ厳格な部分があるのだ。何ですか？犯罪利用の防止なのだ。特に児童ポルノ。正式には CSAM。児童性的虐待画像は絶対にアウトなのだ。それは当然ですよね。アメリカには修正第一条っていう言論の自由を強く保障する法律があるのだ。だから、入り口は制限しないのだ。学習も表現もしていい。でも、犯罪行為として出力されたら止めるのだ。実際にグロックっていうイーロン・マスクの XAI が作った AI が、フィルターが甘くて CSAM が生成可能だったのだ。言論の自由、お売りにしてたけど、CSAM は言論の自由の範囲外なのだ。即座に訴えられたのだ。著作権の議論とは全然レイヤーが違いますね。そうなのだ。AI の犯罪利用防止については世界中で合意が取れてるのだ。割れてるのは著作権と透明性の部分だけなのだ。中国はどうなんですか？ AI 開発が盛んなイメージですけど。中国は実は表向きはすごく先進的なのだ。AI 生成コンテンツへのラベル義務を2023年に施行してるのだ。EU の AI アクトより先なのだ。中国の方が先なんですか？しかもウォーターマーク義務、生成 AI サービスの事前登録制、サービス提供者への責任追及、全部やってるのだ。なんで中国だけそんなにうまくいくんですか？理由は簡単なのだ。中国のプラットフォーム、バイドやアリババ、これ実質国営なのだ。政府が、やれ、って言ったら終わりなのだ。しかも国民 ID とネットが紐ついた実名制なのだ。匿名で投稿すること自体ができないのだ。それと、グレートファイアウォールで海外サービスも遮断できますよね。そうなのだ。さらに司法の独立がないから、政策決定から執行まで一直線なのだ。裁判所がひっくり返すこともないのだ。つまり共産主義の一党独裁だから成立するシステム。そういうことなのだ。これを民主主義国家でやろうとすると、プラットフォームは民間企業だから交渉と訴訟の嵐。国民 ID の紐付けはプライバシー権の侵害。ファイアウォールは検閲。三権分立で法律作っても裁判所がひっくり返すのだ。規制の実効性のために自由を差し出すのは本末転倒ですよね。まさにそうなのだ。中国モデルは中国でしか成立しないのだ。韓国はポップのディップフェックが問題になってましたよね。そうなのだ。
韓国は IP 大国なのだ。K、ポップ、ウェブトゥーン、ゲーム、知的財産で食べてる国なのだ。だからディープフェイク規制はめちゃくちゃ厳しいのだ。K、ポップアイドルのディープフェイクポルノが社会問題になって2024年に厳罰化されたのだ。作成も配布も刑事罰なのだ。著作権の方は実は韓国は2024年末に AI 基本法を成立させてるのだ。EU に次いで世界で2番目の包括的 AI 規制法なのだ。韓国も早いですね。ただし、文化体育観光部が著作権に関する規定を最後まで入れろって主張したのに、基本法の制定を優先する方針で見送られたのだ。著作権の部分は今後の立法措置、見回されたのだ。つまり IT 大国なのに、著作権の議論は棚上げ。そうなのだ。AI 産業を先に動かす法律を優先したのだ。IP 保護の圧力は日本より強いのに、それでも著作権で足踏みするより先に法律を作る道を選んだのだ。ロシアはどうなんですか？ロシアはちょっと事情が特殊なのだ。ウクライナとの戦争を始めたから制裁でオープン AI も Google も使えないのだ。あ、そうか。制裁。海外の AI をどう規制するかがそもそも論点にならないのだ。使えないんだから。しかも GPU の輸出制限で自国でまともな AI を作る能力も限られてるのだ。ヤンデックス GPT とカスバーのギガチャットとか国産 AI はあるけど規模が違うのだ。中国から技術提供とかないんですか？表だってやったら二次制裁を食らうのだ。中国もそこまでのリスクは取れないのだ。 AI 規制の議論って AI を持ってる国の贅沢な悩みなんですね。そうなのだ。 GPU が手に入らない国にとっては規制をどうするか以前にまともな AI をどう作るかが課題なのだ。ここまでの話を整理すると、各国の AI 規制って守りたいものが全然違うんですね。そうなのだ。各国を見比べるとこうなのだ。日本は産業振興と創作の自由、アメリカは子供の安全、EU は人権と透明性、中国は体制維持、韓国は IP 保護なのだ。で、EU だけが全部を一つの法律で解決しようとして空回りしてると、まさにそうなのだ。著作権も透明性も人権も犯罪防止も全部一本で、でも問題の性質が違うものを一本でやるから全部中途半端になるのだ。それ、車の排ガス規制と同じパターンですよね。理想的な規制を作って自国の自動車産業が疲弊して、中国の BYD に市場取られかけて慌てて関税かけて。まさにそれなのだ。ヨーロッパって高級車メーカーがたくさんあるのに、今ヨーロッパの道を走ってる車はアメリカ車か日中間の車なのだ。メルセデス、BMW、アウディ、フォルクスワーゲン、あるのに、排ガス規制を厳しくしすぎて、自国メーカーが対応コストで疲弊して、その間に中国の EV メーカーが一気にシェアを取ったのだ。で、慌てて中国製 EV に高い関税をかけたのだ。自分で作った規制に自分が対応できなくて、結局保護主義に走るのだ。EU は規制で優位に立とうとして、規制で自滅するパターンを繰り返してるんですね。AI 役ともこうなる可能性が高いのだ。域内の AI スタートアップが規制コストで萎縮して、アメリカと中国に差をつけられるのだ。そして EU にはミストラルくらいしか主要な AI 企業がないのだ。なんでヨーロッパって個別には優秀なのに、まとまるとダメなんでしょう。27カ国で合意を取る必要があるから、結果的に最も厳しい意見に引っ張られるのだ。妥協の産物として過剰規制が生まれるのだ。でも、日本は緩すぎるって批判もありますよね。ここが面白いところなのだ。日本では30条の4に文句を言う人はたくさんいるのだ。でも誰も裁判を起こさないのだ。言うだけ SNS で意見を表明したり、Pixiv のプロフィールに AI 学習禁止って書いたりはするのだ。でも法的なアクションには繋がってないのだ。アメリカだったらスタビリティ AI やオープン AI みたいに集団訴訟が起きますよね。アメリカには成功報酬型の弁護士がいるのだ。勝ったら報酬をもらう、負けたらただっていう仕組みがあるから訴訟のハードルが低いのだ。日本は弁護士費用が自腹なのだ。集団訴訟の文化もないし、ロビーイング産業も発達してないのだ。結果、法改正の圧力が発生しないのだ。誰も動かないから現行法がそのまま維持されるのだ。つまり構造的に30条の4は揺るがない。事実上層なのだ。ゆるいって文句は出ても、法改正に必要なエネルギーを生み出す仕組みがないのだ。しかも30条の4は著作権だけの問題じゃないのだ。日本のデジタル試験の問題なのだ。デジタル試験、
大きな話になってきましたね。NTT の鼓、ソフトバンクの LLM 開発、サイバーエージェントのサイバーアジェント LM、プリファードネットワークスの各種モデル、これ全部30乗の4があるから日本語データで堂々と学習できてるのだ。もし30乗の4がなかったら、日本企業は著作権訴訟が怖くて開発を断念するのだ。日本語の AI は全部オープン AI か Google に頼ることになるのだ。つまり日本語 AI の品質がアメリカ企業の優先度次第になる。そうなのだ。アメリカの企業にとって日本語対応はあくまでおまけなのだ。英語が最優先で、日本語は余力があったらやるレベルなのだ。確かに、チャット GPT も最初は英語ばかりでしたもんね。実際、日本は政権が変わっても一貫して AI 推進なのだ。岸田政権、石破政権、高市政権、全部同じ方向を迎えてるのだ。具体的にはどんなことがあったんですか？まず岸田元首相なのだ。2023年の G7 広島サミットで広島 AI プロセスを主導したのだ。G7 で初めて生成 AI の国際ルールを作る枠組みを立ち上げたのだ。 AI のルール作りを日本が主導したんですか？そうなのだ。しかも49カ国が参加するフレンズグループまで立ち上げたのだ。さらに Google のピチャイ CEO を招いて、日本のデータを AI 学習に活用してくださいと直接言ったのだ。国策として AI 学習を歓迎する明確なメッセージなのだ。次の石破政権は？石破前首相は半導体と AI 分野に10兆円以上の公的支援を表明したのだ。10年で50兆円の官民投資を引き出す計画なのだ。10兆円。人工知能戦略本部も立ち上げたのだ。介護や農業で AI ロボットを使うフィジカル AI、土地方創生を柱にして NVIDIA のファン CEO とも直接会談してるのだ。で、今の高市政権は？高市首相は所信表明で世界で最も AI を開発、活用しやすい国を宣言したのだ。2025年12月には日本初の AI 基本計画を閣議決定してるのだ。初めての国家レベルの AI 計画ですか？ AI 関連に1兆円超の官民投資を目標にして、信頼できる AI をキーワードに経済安全保障と直結させてるのだ。高市首相はもともとセキュリティクリアランスや経済安保をしてた人だから、AI 政策もその延長線上なのだ。つまり3代連続で AI は国策として推進するが一貫してるんですね。そうなのだ。政権が変わるたびに AI に冷たくなるどころか、むしろ加速してるのだ。30条の4はこの国策の法的基盤なのだ。著作権の議論だけに注目して30条の4を潰したら、影響は絵の世界だけじゃなくて日本の AI 産業全体に及ぶってことですか？そういうことなのだ。だから感情的にならずに、全体像を見て議論する必要があるのだ。ちょっと地政学的な話もしていいですか？もちろんなのだ。中国は GPU 制裁を受けてますよね。今は既存の在庫で AI 開発してるけど、いずれつきますよね。そうなのだ。中国のバイドゥ、アリババ、ディークシークは今のところ頑張ってるけど、GPU 在庫が枯渇したら開発速度は落ちるのだ。EU がややことで事情自爆。中国は GPU 在庫切れ。ロシアは制裁で論題。そうなると、アメリカの一強になるのだ。オープン AI、Google、アンソロピック、メタ、NVIDIA、GPU もデータも資金も人材も全部揃ってるのだ。その時日本語に特化した AI、日本のビジネス観光を理解した AI は、アメリカ企業の優先度リストの下の方に入るだけなのだ。英語、スペイン語、中国語の次くらいなのだ。だから日本国内での AI 開発能力を維持することが戦略的に重要で、そのために30条の4が必要。そういうことなのだ。30条の4は著作権の話に見えて、実は国家のデジタル試験の根幹なのだ。しかも EU の引用語圏より、日本語の方が結果的に優秀な AI ができる可能性があるんですよね。公的障壁がないから。皮肉なのだ。英語に近いはずのフランス語やドイツ語より、日本語 AI の方が自由に開発できる環境にあるのだ。じゃあ最後に、結局私たちクリエイターはどうすればいいんですか？簡単なのだ。簡単？ YouTube にはコンテインズシンセティックメディアっていうフラグがあるのだ。この動画は AI を使って作りましたって正直に申告するだけなのだ。インスタグラムにも TikTok にも AI 生成ラベルがありますよね。そうなのだ。どのプラットフォームも使ってるなら自分で言ってね。方式なのだ。全部自己申告なのだ。でも申告しなくてもバレないんじゃ。今の時代、
AI 使ってることを隠すメリットが全くないのだ。正直に言えば、で終わるのだ。隠してバレたら手書きです。で偽装して AI 生成がバレたら永久追放レベルの炎上なのだ。嘘をつくリスクだけが無限に大きいのだ。正直が一番ってことですね。ここで笑えるのが EU が何十億円もかけて作った AI アクトが解決しようとしてる AI 生成コンテンツの開示、透明性っていう問題をプラットフォームのチェックボックス1個で解決してるのだ。身も蓋もない。法律がどう転んでも自前のアセットで作って正直に AI 使ってますって申告してれば困ることは何もないのだ。日本の30条の4が維持されようが EU の AI アクトが施行されようがアメリカで判例がどう出ようがやることは同じなのだ。正直に作って正直に申告する以上なのだ。シンプルですね。ありがとうございました。ニコニコの人はフォロー、いいねを。YouTube の人はチャンネル登録、高評価をお願いしますのだ。Amazon 欲しいものリストも投稿者コメントにあるので応援お願いします。